こんばんは。読んだ本について語る本のひととき。ラジオ感覚でゆっくり聞いていってください。今回は先月読んだ本2冊とお気に入りの1冊を紹介していきたいと思います。1冊目は阿部昭子さんのカフネです。この本は今年の5月に講談社から出版されていて、今年の10月には第8回未来や小説大賞にノミネートされています。阿部昭子さんは2008年にいつまでもという作品で第17回ロマン大賞を受賞してデビューされているんですね。こちらの本は屋上ボーイズという名前に改題されていますね。そして漫画が原作で映画にもなっていたアオハライドという作品のノベライズ本も出されているんですね。私は今回阿部昭子さんの作品は初めてだったんですが、もうとても好きなテンポのいい作品で読みやすくて、登場人物たちもとても魅力的でした。来年の本屋大賞を取るのではと言われている注目作品ですね。ここであらすじを少し紹介します。法務局に勤める野宮薫子は不妊治療をしていて、うまくいかない焦りや苛立ちもあり、それが原因で夫から突然離婚を切り出されます。毎日アルコールが手放せないというすさんだ生活を送っていました。そんな中、溺愛していた弟の春彦の訃報を聞きます。そして突然の死にもかかわらず、弟が残していた遺言に従い、彼の元恋人刹那と再会します。二人の交流と様々な人との関わりにより、二人の距離が次第に縮まっていく物語です。結構意外だったんですが、弟の死の真相やなぜ遺言を残していたのかというミステリー要素っぽいところもあって、家庭環境の問題や不妊治療など苦しくなる場面もあるんですが、その中にも温かさや強さ、相手を思う気持ちなどが詰まっている作品でした。この主人公の薫子さんは子供の頃から努力を信条として生きてきた人で、ピーマン嫌いだった子供の頃は毎朝生のピーマンをかじって毎晩ピーマン柄のパジャマを着て寝て克服したりと、もう愛おしいほどに努力家なんですよ。で、それでいてとっても素直な人なんです。で、それもあってか、自分の心の痛みを内に秘めて、他人にはそれを悟らせないように振る舞ってしまうところがあるんですね。だからか母親にさえも一緒にいると窮屈で息が詰まると言われたりするんです。で、どんなに頑張っても両親の愛を感じられなかったと思っている薫子さんは、両親にも周りの人たちにも愛される弟が羨ましくもあり、同時に自分にも優しく温かく接してくれるこの弟が心の支えでもあったんですね。だけど弟の死の真相を知っていくにあたって、弟がどんな人生を歩んできて、どんな思いで生きてきたのかを初めて知ることになるんです。そしてそれはこの薫子さんが思っていた弟とは違っていたことを知るんですね。で、一方の弟の元恋人の刹那は少し遠慮がない印象で、少し不愛想な印象もあるんですが、内面はもう非常に繊細で優しさにあふれた人なんですね。で、言葉数は少ないものの、人の行動や表情からその心情を読み取るような奥深さもあるんです。
実はこの刹那は幼少期から親との関係に恵まれず、複雑な家庭環境の中で育ちました。そのため自立心が強く、自分の力で人生を切り開いてきたんですね。で、刹那にとってもこの春彦は心から信頼できる存在で、表には出さないけれど、彼との別れは彼女の人生にもまた大きな影響を与えていたんです。この薫子さんと刹那の関係性がとても良くて、二人の会話がたまに辛辣な時があるんですけど、読んでいても微笑ましいというか、すでにこういう会話をしながらもそばにいられるという関係ができていて、いいなって思わされるんですよね。二度目の再会を果たした時に、薫子さんが弟の遺言にある通り、刹那に遺産を渡したいという場面で、刹那は受け取りを断固拒否するんですが、その時の薫子さんが刹那に対して、あなたは血の色がモスグリーンやコバルトブルーなのかしらと言うんですね。この場面も結構好きでした。こういう関係性ってなんかいいなと思って。この本は静かに悲しみや辛さと向き合っていくお話かなと思いきや、この二人の性格がそれぞれに結構強くて、薫子さんのはつらつとした雰囲気や、少しおせっかい気味なんだけど、それが本心から助けたいという思いだというのも伝わってきたり、やると決めたらとことんやる人で、一生懸命さにクスッとするところもあって、もうこの人物像がとてもいいですね。刹那が勤める家事代行サービスカフネの活動を手伝うことになった薫子さんなんですが、依頼者の中には親の介護で手一杯で休息が必要な人や子育てや家事を一人で抱えてきた人、一生懸命家庭を支え、それゆえに子供と一緒に過ごすこともままならなくなってしまった人など、もう心も体も限界まで来ている人がいるんだと思い知らされるんですね。経済的余裕がない人だけではなくて、時間も心身的にも余裕がないことだってありますよね。そんな人たちに休んでいい、力を借りていい、頼っていい、そんな言葉をくれる本です。作中には美味しいって思うことが、楽しいって思うことが、嬉しいって思うことが生きていくためにどれだけ大事かという言葉があるんです。もう本当にその通りだと思いました。今を生きるために必要なものはお金とか仕事とかもちろん他にもあると思うんですが、生きようと思わせてくれるものはこの言葉に尽きるかなと感じました。この作品の中には不妊治療や親に捨てられた過去、そして未来が明るいとか生きやすい時代だとか言い切れないのに、子供を産むのは親のエゴじゃないのかとか、子供を産むことについても少し厳しめの言葉もあるんですね。著者の安倍さん自身不妊治療をされていたそうで、そしてこの執筆をされていたのがコロナ禍ということもあって、とても切実で、たくさんの葛藤や思いを抱えて執筆されたのが伝わってくるようです。作中の言葉の数々がとても心に染み入ります。この安部明子さんのカフネは、子育てや介護、お仕事、毎日を精一杯頑張っている人に読んでほしい、前向きに生きる力を与えてくれる、そんな一冊です。2冊目は伊予原慎さんのオールリ流星群。2022年に単行本、そして今年の6月に文庫本が出版されました。伊予原慎さんの作品は、
科学的なテーマを取り入れつつも人間ドラマを丁寧に描いていて、専門知識がなくても楽しめる科学小説となっています。そして実はミステリーの出身でもいらっしゃいまして、温かい人間ドラマの中にも少しミステリー要素というか、謎というか、徐々に真相が明らかになるという要素も含まれているんですね。ここで少しあらすじを紹介します。高校時代、文化祭で空き缶を使って巨大なオールリのタペストリーを作り上げた6人の仲間たち。しかし発案者のケイスケは突然タペストリー作りを放棄し、その後事故で亡くなってしまいます。それから20年以上が経ち、仲間の一人、ケイコが自ら天文台を作るという夢とともに故郷に帰ってきました。45歳となった5人は再び故郷の町で再会し、かつて共に過ごした夏を思い出しながら、天文台作りに夏を捧げる大人の青春小説です。このケイコはかつて国立天文台に勤めていた天文学者で、高校時代のあだ名はスイコ。とても優秀で行動力があって、目標のためには努力を惜しまない。とても芯の強い女性で、高校時代も同級生たちから一目置かれる存在だったんです。そんな彼女はこの物語の中心人物として、仲間たちと共に天文台を建設するプロジェクトを推進していきます。天文台を作るとなれば多額のお金も必要で、到底個人で作るのには無理があるんじゃないかと誰もが思うんですが、スイコはお金も物もないのならないなりの戦い方があると言うんですね。スンとした一見何にも冷めた感じなんですけど、芯が強くて自分にやれることをやるという姿勢がとてもかっこいいんです。伊予原慎さんの作品には月まで3キロという作品があるんですが、この中のエイリアン食堂という章が私は一番好きでして、そこに登場するプレアさんという女性とこのスイコがちょっと被るところがあるんですね。で、この人も夢を諦めない人で、とっても素敵なんです。よかったらこちらの月まで3キロもちょっと読んでみてほしいかなと思います。このスイコと同級生で語り手の一人でもある久志は、実家の薬局を継いだ薬剤師。自営の薬局を継ぐも大手ドラッグストアの進出で経営不振に悩み、現在の生活に行き詰まりを感じています。そして45歳という人生の折り返し地点とも言える時期の中で、自分の人生このままでいいのかと、仕事や家族との関係に葛藤を抱えてもいるんですね。そのために夢を叶えて天文学者になったのに、仕事を辞めて帰ってきて、それでも夢に向かって進むスイコのことが羨ましくて、妬ましくて、素直に応援したいという気持ちにはなれないんですね。で、ちょっとうまくいっていない時期だと、多分一番共感しやすい人なんじゃないかなと思います。だけど他の仲間たちは喜んで手伝おうとしているし、自分だけがやらないとは言いづらくて、流れに任せて巻き込まれていく感じなんですね。そして天文台建設のための準備が進む中、ある一本のビデオによって、ケイスケの隠してきた思いや知らなかった事実、そしてスイコが帰ってきて天文台を作ると決めた理由などが明らかになっていきます。自分との葛藤や妬ましさや羨ましさといった感情がぶつかり合う人間ドラマが共感できるところもあり、人生の折り返し地点で
第二の人生という言葉が作中にも登場するんですが、自分を振り返ってみる機会にもなるのかなと思います。そして夢を追って叶えて何でもやりたいことをやってきた人ってとても羨ましく見えるものですよね。だけどその人にも諦めたものや手放したもの、様々な葛藤があること、見えている姿だけがその人ではないということもまた改めて感じさせられるんです。この作品は2019年の京都大学と国立天文台のグループが市販されているアマチュア用の天体望遠鏡を使って太陽系の果てにある微惑星を発見したという実際の事象を題材にされているんだそうです。工夫とアイデアだけでそれだけのことができるというのを今回の作品に反映させたそうなんですね。伊尾原さんの作品は他にも科学を題材とした小説があるんですが、伊尾原さんは特に地球惑星科学を専攻されていたということで、この作品にもその知識が惜しみなく描写されていると思います。ちょっと難しかったり、全然知識とかないけど、もうワクワクするんですよね。見てみたいって。作中では天文台作りにあたって、土地探しや予算、建築プロセスや機材の探し方など、リアルな建設段階も見れて、実現できるかもしれないという、希望や高揚感もあるんですね。私は特にラストにかけてが好きでした。この作品の中でラジオを聴くシーンがあって、同年代の方にはとても懐かしいと思える曲もあるんじゃないかと思います。登場するその歌の歌詞にある1972年というのは登場人物たちが生まれた年であり、ある秘密が隠されているんです。これまで点と点だったことがラストで一気に線としてつながるんですね。もうこれが一気にわーっと目の前が輝き出すんです。もう何度読み返しても目頭が熱くなって、もうなんて素敵な展開を描くんだって思いましたね。一番好きな場面で、なんなら少し前から想像もついていたし、そうであってほしいって思いながら読み進めていたんですが、もうそれでももう熱くなるんです。そしてこの作品の天文台と青春というつながりで、辻村瑞希さんのこの夏の星を見るという作品もちょっとおすすめしたいなと思います。この本は高校生たちがコロナ禍で天文学部を作り、学校を越えてつながっていくというお話なんですが、この高校生が見る天体と今回の大人が見る天体、それぞれ素敵な作品なので、ぜひ合わせて読んでみるのもおすすめです。3冊目も伊尾原慎さんで空渡る教室。この本は去年2023年の10月に出版されて、第70回青少年読書感想文全国コンクール課題図書の高校生の部に選定されていまして、今年の10月からは NHK のドラマも放送されました。私も今年の1月初めに読みまして、もうとても好きな作品です。リアルタイムでのドラマを見逃していまして、最近配信で見たんですが、良かったです。ドラマなので映画みたいにギュッと短縮されることもなく、割と忠実に再現されていました。むしろオリジナルもたくさん追加されていて、原作を補う形で
人間ドラマのシーンがより表現されている印象です。原作もドラマも良かったので、ぜひ読んで、そして見てほしいなと思って紹介します。まずあらすじです。東京新宿にある都立高校の定時制に通う、年齢も背景も異なる生徒たち。彼らは理科教師の藤竹を顧問として、科学部を結成し、火星のクレーターを再現する実験に挑みます。学会での発表を目指し、試行錯誤を重ねる中で、それぞれの抱える問題や過去と向き合い、成長していく姿を描いた物語です。ここで各章の内容も少し説明していきたいと思います。まず第1章は、無自覚のディスレクシアという発達性学習障害により怠けだと自分でも両親からも責められてきた21歳の学徒のお話。夜8時の青空教室。第2章は、子供時代に母を追って日本に行くもオーバーステイのため学校に通えず、生活が落ち着いた今、学校の先生になることを夢見るアンジェラのお話。雲と火山のレシピ。第3章は、母親の期待に応えられず、起立性調節障害でだんだんと学校に行けなくなった宇宙が好きなかすみちゃんのお話。オポチュニティの輪立ち。第4章は中学を卒業後、集団就職により働くことを強いられ、学校に通いたくても通えなかった70歳の長峰さんのお話。金の卵の衝突実験。第5章は家族との問題を抱え、行きたかった高校へは行けず、なんでこんなところにという学歴コンプレックスを抱える全日制2年の要くんのお話。コンピューター室の火星。そして第6章、7章では藤竹先生の過去や謎についても描かれています。ドラマだと初回の冒頭でも少しこの章のことが触れられていまして、オリジナルでも深く掘り下げられていましたね。この藤竹先生は切れ者で、生徒たちの自主性を引き出しながらうまく動かしていくんですね。で、元大学の助教授で、研究のために渡米していたりと、研究者の間では著名な方なんですが、なぜ彼は定時制の先生になったのか、なぜ年代も境遇も違う生徒たちに声をかけて科学部を作ったのか、その謎めいた雰囲気を持つ人物として描かれています。この謎めいた雰囲気がよりストーリーに深みを出しているなぁと感じました。ただこの章の中にあった藤竹先生の話を聞いたかすみちゃんが先生にそんなの実験じゃないっていう場面が小説の中にはあるんですけど、この言葉もね、ドラマではなかったんですが、藤竹先生にすごく響いた言葉だと思うので、これはちょっと原作でも見てほしいなと思います。各章で主要な登場人物たちの学校や勉強への思いや、それぞれが抱えてきた孤独、喪失感というのが綴られています。第一章でディスレクシアという文字がうまく読み取れないという障害が描かれているんですね。で、原作ではこれに気づいた藤竹先生が専用に開発されたフォントをタブレットで見せて、学徒が初めて文章を読めると感じた描写があるんですが、これもね、ドラマではなかったんですよ。ただ私はこの小説を読みながら、この場面が好きで、この本がどんどん好きになっていったっていうのもあるので、これも原作で見てほしいです。
このガクトは何年も家族からも周りからも不良品だ、怠け者だって言われてきて、初めてそうじゃないんだと分かって、自分のこれまでって何だったんだと感じるんですね。もう今更知ったところで、もうあの頃には戻れないし、どうにもならないと思うんですが、藤竹先生の君は学校を辞めてはいけない、スタートですよ、ここからが、というもうきっぱりとした言葉を受け取るんです。そして4章の長峰さんのお話も小説、ドラマともに涙なしでは見られませんでした。勉強したくても学校に行けなくても行けなかった。そんな学力がなくても会社を起こし立派に生きてきたという長峰さんの信念と、勉強できる環境にいるのにやらない若者たちへのなぜやらないんだという憤りもわからなくはないんですよね。ただ私はそれがその人にとって恵まれているのかというと、そうではないかもしれないと思うし、やりたいという本人の思い次第なんだと思うんですね。本作の魅力はこの人間ドラマと各章で行われる科学実験です。各章ごとに実験が行われるんですが、これがね、引き込まれるんですね。作中に登場しているんですが、小説や映画の火星の人を読んだことがある人、見たことがある人も興味が湧くんじゃないかなと思います。私も映画のオデッセイを見ましたが、面白くてね、でこの本を読んで火星もだし、この科学小説というものにもうどんどん引き込まれていきました。そしてこの登場人物たちが自ら進んで、こうしたらどうかと知恵を出し合って本気で取り組む姿も印象的でした。小説は人間ドラマもなんですが、この実験の面白さや自分たちで考えて作り出す、再現するという面白さが特に感じられると思います。で、ドラマの方は人間ドラマがメインになっていまして、この定時制高校というだけで偏見の目を向けられたりバカにされたりという場面もあるんですね。でも大事なのは自分たちが何をしたいかだということがこのドラマでよく語られています。この作品の中で藤竹先生の好きな言葉がありまして、それは人生において何かを選ぶということは選ばなかった方を諦めるということですから、ただしそれはその時点までの話です。その時選ばなかったものを後で選ぶことはできる、命ある限りとあるんですね。事情があって選ばざるを得なかった道があるかもしれませんけど、もしやりたいとその道を選びたかったという思いがあるのなら、人生の中でまた進むことができると思わせてくれます。この空渡る教室は年齢や背景の異なる登場人物たちがそれぞれに自分の過去やこれからに向き合ったり、共通の目標に向かって協力し合う姿を描いた物語です。そして科学小説がこんなに面白いんだって思わせてくれます。何かを諦めたことがある人ややりたいことがある人にぜひ読んでみてほしい一冊です。今回は阿部明子さんのカフネ、伊予原慎さんのオールリ流星群、そして空渡る教室の3冊を紹介しました。気になった方はぜひ手に取ってみてください。もうすぐクリスマスですね。皆さんは何か予定は終わりでしょうか？私は何もありません。いつも通り本屋さんをうろうろして、あわよくば夫にプレゼントしてもらえるんじゃないかなと企んでいます。
私は特にクリスマスに何かしたいとかどこか行きたいとかっていうのはないんですが、せめてお家でクリスマスソングをかけたり、クリスマスっぽい映画を見たりドラマを見たりして、最近手にしたクリスマスっぽい本を読みながらゆっくりお家で過ごしたいなと思っています。皆さんも素敵なクリスマスをお過ごしください。ということで、今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。